はいどうも、ビバです。皆さん、ボトルアクアリウム楽しまれていますか？我が家ではこの3つの形状のボトルアクアリウムを所有しています。縦長の水滴型だったり、ちょっとぽってりした形状だったり、まん丸な形状だったり、曲面ガラスを使ったボトルアクアリウムはその見た目の可愛さからとても人気があります。ただ、こういったボトルアクアリウムの困った点があります。蓋が付属してこないこと。この円形の蓋ってガラスで作るのは難しいんでしょうかね。一般的な水槽ではこういった四角いガラスの蓋がついてくるので、魚の飛び出し防止だったり水の蒸発防止に役立ちます。でもボトルアクアリウムのこういった曲面ガラスの容器は蓋がついてこないので、魚とかエビの飛び出し事故がたまに起こります。水の蒸発についてはこの開口口がそんなに広くはないので、そこまで蒸発の速度が速いわけではないんですけど、元から入る水の量が少ないので、少しの蒸発でも水の減りは早く感じます。そこで古のボトラーたちは何とかして蓋ができないかと考えまして、僕がたどり着いたのは透明な CD、スピンドルケースと呼ばれるタイプで売ってる CD とか DVD のディスクに保護ディスクとして入ってるものです。これがボトルアクアリウムの蓋にちょうどいい。そんな動画を出したらそこそこ反響があったんですけど、なかなかこの保護ディスクだけ手に入れるの難しいんですよね。なので代替案としてこういった100均で売ってる透明の皿とか、こういった方法も考えたんですけど、なんとこの度ジェックスさんからボトルアクアリウムの蓋が発表されました。グラストップラウンド。今回ジェックスさんからモニター商品としてこちらを提供していただいたので、今回はこのグラストップラウンドをレビューしていきたいと思います。せっかく我が家には3つのタイプのボトルアクアリウムがあるので、それぞれに設置してみて実際にどんな風になるのかを見ていきます。ボトルアクアリウムの蓋について悩んでた方は興味深い動画になると思います。ぜひ最後までご覧ください。グラストップラウンド、スリットに沿って簡単切り取り、水槽サイズに合わせて切り取れる蓋。まずこれがこの商品の特徴ですね。ボトルアクアリウムって蓋をするべき開口部、これのサイズがまちまちなんですよ。なので簡単にガラス製の蓋って作れなかったと思うんですけど、このグラストップラウンドは水槽のサイズに合わせて簡単に切り取ることができます。対応する蓋のサイズは開口部の外径が20センチまで、そして切断時のサイズが18センチ、16センチ、14センチ、12センチ、10センチ、8センチ、6センチ。めちゃめちゃ細かい2センチ刻みで20センチから6センチまでの開口部の外径に対応できます。ちなみにジェックスさんから出ているボトルアクアリウムの容器、シリンダーとドロップとティアーとスフィアとキャンドル、あと寸法的にはポットも対応できるんじゃないかなと思います。ただし開口部が斜めになってるスロープ、ああいったタイプはこの商品使えないみたいです。そして改めて特徴、円形の水槽の開口部に乗せて水の蒸発を抑え、魚の飛び出しを防止するプラスチック製の蓋です。湿度が維持できて苔の育成やテラリウムにも最適。水槽サイズに合わせて切り取って使用できます。光を通すクリアタイプ、メンテナンスしやすい取っ手付き。そして使う水槽サイズに合わせて切り取るときはハサミやカッター等では切り取りにくいので、市販のニッパー等で切り残しがないように注意しながら切り取ってください。切るときは怪我をしないようにということです。このあたりはプラモデルとかやってる方ならサクッとできちゃうと思います。そういったのをやったことないっていう人は最初はちょっと怖いかもしれませんが、ニッパーとかは100均で買えるので、ニッパーとヤスリなんかがあれば綺麗に切り取ることができると思います。では実際に商品を見ながら説明していきます。先ほどの特徴にもあった通り、光を通すクリアタイプ、とても透明度の高いプラスチック製の蓋になっています。そして取っ手付き。これが取っ手ですね。今まで CD の蓋とかで代用してたんですけど、取っ手が付いてなかったので、ちょっと不便に感じることはありました。ただこのグラストップラウンドは中央に取っ手が付いてるので、もう開け閉めはめちゃめちゃ楽ですね。四角い水槽のガラス蓋にもこういった取っ手があると、ちょっと便利じゃないかなと思いました。そしてこの蓋、横から見ると実はお皿みたいにすり鉢状になっています。これはなんでなんでしょうかね。乗せた時に内側に傾斜がついてる方が蓋としては安定するのかな。何かしら事情はあるんだと思うんですけど、ガラスのように平らではなくってすり鉢状になっています。そして先ほども紹介した通り、開口部の外径が20センチから6センチまで2センチ刻みで対応しています。そしてちょっと気になるこの部分、なんか四角いパーツが連なっていて、ここだけ違和感があるんですけど、実はこれコードとかエアチューブを通す切り欠きが作れます。これがね、何気に便利。
前に自作した CD の蓋のやつも一応切り欠きはつけたんですけど、わざわざこんな加工をする必要もなく、デフォルトでコード類の切り欠きが付けられています。これはね、嬉しい配慮ですよね。たくさんの製品を世に送り出してきたジェックスさんならではの気の利いたアイデアですね。一応この切り欠きのサイズ、ここを切り取った後、どのくらいのサイズのスペースができるのか測ってみます。ちなみに、どのサイズの蓋に加工しても、スリットのサイズは変わらないようになっています。じゃあ一番外周のこのスリットを測りましょう。14mm。スリットの幅は 14mm ですね。ここが約 9mm。このコード類を通すスリット、この四角いのを切り取ると、横 14mm、縦が 9mm ぐらいの四角いスリットを作ることができます。エアチューブとコード2本ぐらいは通すことができそうですね。それでは実際にサイズをカットして設置してみます。まずはこちらのティアーとスフィア。この2つは両方とも開口部が 12cm なので、こちらに合わせてカットしてみます。作業に必要なのはニッパー。これは100均で買ったニッパーです。そして棒状のヤスリ。これも100均で買ったヤスリだと思います。両方とも DIY コーナーとか工作系のコーナーに置いてあります。あと、ぶっちゃけ爪切りでも切り取ることはできると思います。慣れてる人は爪切りの方が早いかもしれません。では、やっていきましょう。グラストップラウンドの裏面にはこういったサイズ表が書いてあります。ティアとスフィアは 12cm。同じですね。まずは 12cm でカットします。ただ、これ、どれを切ればいいんだろうね。商品自体にはこの部分が何センチだよとかいうそういった記載は一切ありません。なので間違ってカットしてしまうと後戻りができない。大きいサイズに間違っちゃうのはいいんですけど、小さいサイズに間違っちゃうと後戻りはできないですね。なんかこのコード通すスリットのこの四角いパーツ、これ使い方によっては切り取って捨てちゃう部分なんですけど、ここに8センチ、10センチ、12センチ、14センチって書いといてくれればいいんですけどね。そこら辺配慮足んなかった。とはいえこれは自分で測ればいいだけなので、12センチは3本目。これ数えればいいのか。内側から1、2、3。3本目。1、2、3。これだ。これを切ればいいんだね。よし、じゃあ、これを、ぐにゃっていった。ちょっと待ってよ。ニッパーが入らないな。これ困りましたね。無理に手でやっちゃうと、蓋の部分が割れちゃったりするので、いった。ここを、これで、なかなか一発ではいかないかな。裏返して、同じところを、裏返すと刃が入らないね。また表にして、なかなかうまくいかないぞ。不吉祥具合が露呈してしまう。ちょっと待って。間違った。今こっち切ってたのに、間違ってこっちやってますね。一段ずれてた。よかった。大きい方にずれてよかった。もう一個したら、こっちですね。ちょっと皆さんはこれ気をつけてくださいね。オッケー。ちょっと今自分もう一個失敗してます。これ蓋をきれいに切りたい人は、このブリッジの部分、切りたいサイズの側じゃなくって、こっち側を切るべきでしたね。どうしても切断面汚くなっちゃうので、綺麗に加工したい人はこっちの廃棄しちゃう方のブリッジを切るべきでした。こんな感じで切ればちょっと加工の手間はありますけど、仕上げは綺麗になると思います。あと外側を切った方が切りやすいな。ラスト。これで切り離しは完了。あとはこういった残った部分のバリを処理していきます。どうやってやるのがいいんだろう。ニッパーでやった方がいいのか、爪切りでやった方がいいのか。ニッパーでもいいのかな。爪切りだとこの曲がり具合が合わないですね。縦も入らないので、やっぱりニッパーの方がいいですね。コードの切り欠き、どうしよう。先に作っちゃうか。ここパッツンと、ここもパッツンコ。あとは、結局手でちぎる。多分プラモデラーの方からしたら発狂しちゃう。もう手でねじ切るなんてご法度ですよね。そこら辺は素人なのでお許しください。そしてこの残ったバリをヤスリできれいにしていきます。これまた地味な作業ですね。どうだ？いいんじゃない？こんな感じでバリを取っていきます。やばい、傷ついちゃった。悲しい。皆さんもヤスリがけの時はズリッといっちゃわないように気をつけてください。もっと幅の広いヤスリ使えよっていう話ですよね。よし、できたぞ。早速設置してみましょう。ではまずティア。じゃーん。これはいいね。サイズ的には 1mm、2mm オーバーサイズなんですけど、ほぼぴったりサイズの蓋ですね。そしてすり鉢状になってるので安定性もそこそこ高いかな。蓋自体がどうしても軽くて滑り止めとかもされてないので、
動くには動いちゃうんですけど、まあこれはこれで許容範囲かなと思います。そして取っ手がついてるのとってもいいですね。取っ手だけに遠くから見るとこんな感じです。かなりマッチしてますね。さすが純正品。そして今度はスフィアに使ってみます。じゃーん。ちょっと待てよ。すっかり忘れてました。うちの水槽は流木が飛び出てるんだ。どうしよう。切り欠きちょうどはまるかな。微妙にはまんないか。これは悔しいな。ちょっとレイアウト的には使えない場合もありますね。ただこの流木が 14mm 以下であればこの切り欠きに刺すことができるので、今回ははまりませんでしたけど、流木のサイズによってはこの蓋使えます。ちょっと悔しいな。レイアウト崩すのもなんなので、今度はこちらのキャンドル、これの開口部のサイズに蓋を加工して、ちょうどヒーターのコードが入っているので、このコードも避けれるかどうか試してみたいと思います。キャンドル用に10センチの蓋になりましたので、これを設置してみます。じゃん。いいね。こちらも 1、2mm オーバーサイズなんですけど、使用には問題ありませんね。そして何よりこのコード、スリットが開いてるおかげでコードが刺さっていてもしっかりと蓋ができます。これはありがたい。ただちょっと想定外のこともあって、この蓋若干オーバーサイズ気味なんですけど、それのおかげで蓋を水槽の中心に置こうとすると、このスリット実質 3mm ちょっとしか隙間がありませんね。さっきはこの部分 9mm ぐらいあるよって言ったんですけど、蓋がオーバーサイズなのと水槽のガラス圧もあるので、実質コード1本分っていう感じですね。仮にもっと太いコードとかエアチューブとかも一緒に通したい人は、もう一つ内側のスリットもカットして開ける必要があります。そのあたり個人個人でいろんな環境があると思うので、自由にカットして使えるのはとても柔軟性が高いですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ジェックスさんからモニター商品として提供いただいたグラストップラウンド、曲面ガラスを使った円形のボトルアクアリウムに使えるプラスチック製の蓋、20センチから6センチまでの開口部に対応しているので、大抵の円形水槽には対応できると思います。この蓋のメリットはやっぱりコードが通せること、それと取っ手がついているので簡単に開け閉めできること、それと完全密封じゃなくてスリットが開いているので、コケリウムとかテラリウムでも使うことができます。逆にデメリットとしては、1回カットしてしまうと大きなサイズに戻せないことですね。今キャンドル用に直径10センチにしてるんですけど、これをスフィアにつけたいなとかなったら12センチの直径が必要なので、元に戻すことはできません。これは商品の使用上仕方ないですね。あとは切り取る時の手間がちょっとかかるぐらい、それ以外のデメリットはあまり見当たりません。これまでボトルアクアリウムの蓋についてあれこれ悩んでいた方多いと思うんですけど、このグラストップラウンドなかなか使える商品じゃないかなと思います。販売価格はいくらぐらいになるんですかね。1000円以下には抑えてほしいところですけど、ジェックスさんの商品意外と安い商品とかいきなり出てくるので、もしかしたら500円以下とかもあり得るかもしれません。発売までドキドキしながら待ちましょう。というわけで今回の動画は以上です。もし参考になったという方いらっしゃれば、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。